おすこんにちは、空手家工芸です。先日こちらの動画でお届けした天才久保優太選手と行ったスパーリングの際に僕なりにいろんな技術を動員しているのですが、それに対して久保選手が行った対策がすごくて、流して見ていると気づけない細かなやり取りがたくさんあるんですが、今回はどういったやり取りがあって2人があんなに楽しそうにニヤニヤしているのかが、格闘技に詳しくない方にも伝わるように分かりやすく解説していきたいと思います。また久保選手のことを格闘前田明さんが天才と認めている理由も、今回の動画を見ていただければ素人の方でもご理解いただけるのではないかと思います。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した高傑と過去の試合動画や実際に効果の大きかったトレーニング理論、誰でもすぐに再現可能な技術解説など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術に興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。もし先日の動画をまだご覧いただいていない方はぜひこちらの動画をご覧いただいた上で続きをお楽しみください。ではどうぞ。お願いします。見ていただければ分かりますが、久保選手は最初パリングで僕に距離を教えながらやってくれています。ここでインカーフを蹴ってカウンターが来ないか探りを入れる。この時点でこの技に安全が確認できたので、もう一度同じモーションでカーフを蹴りに行って、さらにもう一度同じモーションで上段を蹴りに行きますが、あっさりかわされます。ここでさすがだなーって僕ニヤニヤしてますね。今使ったのが朝倉選手の時にも使ったローキックの抜きですね。ここでも久保選手明らかに僕に距離を教えるための動作をいくつかやってくれています。このローに対してのカウンターは直前に久保選手に習ったばかりのカウンターでした。ここでまたローの抜きを使ってます。この辺りから久保選手が教えてあげようの意識から僕も少し出そうかなの意識になってきて、少し圧力が増してきてます。スパーなのでコンタクトはライトですが、久保選手の踏み込みが少しさっきより実践的になってきていますね。ここで久保選手のミドルに軸足蹴りを合わせていますが、ここで互いに蹴るを合わせるよ、蹴るを合わせるよからの軸足蹴られないようにカット。さすが2度目は簡単にカットされました。そして僕が蹴ったらどうなるだろうと蹴ってみたら、いやーこれやっぱさすがっすね。グローブ蹴らして下からすくって引っ込みます。これ実戦だったらカウンターもらって僕倒れてますね。もうこの辺り久保選手は遊んでて、僕はこの周りで何がいけるんだろうっていろいろ試してる感じの時ですね、これ。これ前回教えてもらったスウェーして蹴り返しができるように久保選手が演出してくれたのに反応できませんでした。これ前回久保選手と言ってたピクピクですね。久保選手が左のストレートを打とうとしたのに対して僕がバックステップ。この後僕がジャブを出そうとした時に久保選手がスウェーの体勢に入って僕はやめます。スウェーの戻り際にワンツーを合わせようとしたら、さらに久保選手がバックステップの準備をしたので、さらにやめて踏み込みます。さらに深く入ろうとしたら久保選手が攻撃体勢に入ったので、僕が一度下がって誘いからのカウンターを狙いますが、さすがに久保選手もうすでにスウェーの体勢に入っていました。ここでもうこの展開じゃ無理だなと思って諦めて違う展開にするために仕切り直してます。このローに対してのパンチはカットされたシーンで習っている技でした。これが直前に習っていた上下のコンビネーションです。久保選手がスウェーして前足に体重がかかるところにインカーフ、さらにもう一回足に体重がかかるときに蹴ってみたらあっさりかわされて体勢を崩されました。実はここ結構なやり取りがありました。実はこれ久保選手が寸止めをしてくれてるんですが、実はこれワンツーじゃなくて前手で僕の手を引っ掛けてから引き込んでのワンツーで、本来なら完全にもらってました。今度は僕が久保選手のジャブを上に弾き上げながらローで、久保選手がわざわざリアクションくれてます。これやばいです。久保選手の飛び込みに僕が左のジャブを合わせようとしたら、ずれながらクロスカウンター完璧に合わされてしまいました。もう何言ってるか聞き取れませんが、なんとなくやられたみたいなこと言ってます。
楽しい。この時点でいろいろ喋りながら前のスパーリングを振り返って、次だったらどうしよう、あの技には何が合わせられるんだろうなんて考えながら会話をしています。正直せこい戦法ですが、すぐには対策が思いつかなかったので、会話を引き伸ばして喋りながら、あの技にはどうしよう、あの技が来たらどうしようってかなり思考しながら会話を続けています。会話しながらだいぶ頭の中で整理がついてきていて、この時点で2ラウンド目のスパーリングの作戦はある程度立て終わっていたので、少し気楽に会話してました。今のせいでそうなっちゃってるっていう。お願いします。お願いします。これ1つ目の作戦の前振りで、1ラウンド目のインカーフのカットと同じフォームだったので、ガードの隙間の三日月に切り替えました。ここで久保選手ニヤッとしてますね。今のは久保選手が1ラウンド目に僕の左のローに対して右のカウンターを合わせようとしていたので、ここで僕が左のローを餌にして久保選手の右のカウンターを引き出して、そこにクロスカウンターをかぶせようと思いましたが、完全にバレてました。いや、ここほんとすごいです。正直もう1回ぐらい同じパターンの攻撃いけないかなと思ったんですが、久保選手僕の右を左手で遮って、そのまま右のカウンター準備してました。これも間違いなく踏み込んだらこの右もらってました。成立さえしていなかった僕が準備したカウンターに対しての対応が完璧すぎてびっくりします。今回唯一久保選手にパンチが届きそうだった瞬間です。久保選手は軸足狩りを警戒して前に足を下ろしたので、そのタイミングで右のストレートを打ちに行っています。調子に乗ってこのタイミングは技が通じるのかなと思って、久保選手が上げた足を前に下ろした瞬間に右にストレートを打ちに行ったら、スウェーでかわされて、そのままカウンターが待ってました。はい、この辺りも完全に久保ワールドです。もう操られて遊ばれてます。スウェーした僕が帰ってくるところを蹴りで迎え撃つと見せかけて、パンチのフェイントでスウェーさせてからのローですね。思いっきりもらってますね。これまた同じようなコンビネーションに見えて秀逸ですね。久保選手がジャンプすることで僕意識が完全に上に行ってしまい、久保選手が足をローの位置にポジショニングしたことに気づいてないですね。これ一回通用した三日月に行こうとしたら、今度はガードじゃなくてステップバックでかわされました。その技はさっき見たからって言われているぐらいの対応でした。これ1ラウンド終了間際に久保選手がやったローへのカウンターに挑戦しています。これ普段だったら軸足狩りに行くところですが、さっきカウンターをもらっているのでいけてません。これもまた秀逸なんです。左のローに対して左のパンチのカウンターを合わせてようとしている僕のパンチの軌道上に常に右手を置いておいて、僕の左のパンチを封じての右のローですね。これ僕左のパンチ打ちようがないんですよね。いや、さすがだなーって僕首かしげちゃってますね。今度パリングされた手でパンチを打つという今日ついてみたつもりだったんですが、簡単にかわされてしまいました。まあマススパーだからできる挑戦ですが、ちょっと危険な距離まで踏み込んでパリングを誘ってからのカウンターを打ってみたんですが、これもやっぱりダメでした。ここで作戦のために深く踏み込んだ左のローを蹴ります。はい、ここでしっかりカットしていただけたので次の作戦に入ります。同じローのモーションから内側に抜いてかかと落としに入りましたが、久保選手ここでもうすでに体を残してもうスウェーしているので全く届きませんでした。一般的なミドルに対してのミドルの蹴り返しですが、久保選手はここでブロッキングを使ったので、僕は同じ感覚で三日月蹴りに切り返していきますが、ここしっかり下からすくって、本来軸足を刈れるところを久保選手止めてくれてます。
楽しいなこれ。めちゃめちゃ楽しいです。やめられなくなっちゃいそう。やっぱり楽しいです。楽しいですね。もうなんかやばいですね。これ多分いつまででもやってていいよって1時間でもおかわりしそう。めちゃめちゃ楽しいです。1時間は死にます。どうでしたか？今回紹介させていただいた久保選手の対応や即時対策の何がすごいかって、今回は僕がグローブ素人ということもありますが、久保選手はあくまで指導的にスパーリングで僕をリードして怪我させないように気を使いながら今まで説明したやり取りを行っているんです。だからこそ僕も心底楽しめて1時間でもやりたいって言えるくらい楽しめたんです。もし久保選手の知識や技術を垣間見たいという方は、概要欄にあるオンラインで学べる久保優太格闘技塾をぜひ見てみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。